デフォルトの頑丈なツールボックスタフシステムが進化しまして 2.0 となりました。日本での代理店になるのかな。ポップリベットファスナー株式会社様よりデモ機をお借りして動画を撮影しています。ラフに扱ってもいいことご了承いただいています。強さへの自信が伺えますね。もともとタフシステムの 1.0 というか初代を使っていまして、そこそこな長物を入れることができる横幅に重ねて使える利便性、そして何といってもその強さが気に入っていまして、結構長いこと使ってました。今作の 2.0 はプロモーション見た段階で使ってみたいなと思っていました。1.0 を使っていた時にこんなのがあったらと思っていたものが 2.0 には詰まっていたんです。タフシステムの 2.0 デモ機を2週間ほど使ってみた感想をお伝えしたいと思います。今回お借りしたのは3種類。上開きの箱が小と中サイズ、引き出しタイプが1つに小物整理に使える小箱です。製造はイスラエルらしいですね。まず上開きタイプから。タフシステムのスタンダードなこの形、おそらく強度的に一番強いのはこれでしょう。正面のバックルを2つ解除して蓋を開けます。バックルは必要以上に硬く、開ける時の衝撃で手がジーンとするほど高い防水性能を感じさせます。中はこんな感じ。仙台比で収容能力は 20% 増えたとのこと。こっちが M サイズ。深さ違いでこちらは 250mm くらい。その上に L サイズがありまして、そっちは深さ 350mm となっています。続いてはこのドロワータイプ。先ほどの上開きタイプの M サイズ相当の大きさで2段の引き出しがついています。取っ手を引くとロックが解除。サイドレールはしっかりベアリングタイプで動きはスルスル、悪くないですね。ドロワーのサイズはこんな感じ。先代は上下で微妙にサイズが異なってましたが 2.0 では統一されたようです。縁部分にはゴムパッキンがありまして、ある程度ゴミなんかの侵入は防いでくれそうです。ただドロワータイプに限っては水は苦手みたいですね。試しにホースでバシャバシャかけてみましたが、どこからなのかは分かりませんが、中にちょっと入っちゃってました。続いてがこの小型のタイプ、ハーフサイズオーガナイザー。名前の通り半分くらいのサイズで、天板が透明、中に6つの深皿が入った小物の整理収納用のボックスです。深皿は手頃なサイズで、ショートパーツを入れておいたり、外したネジ入れに使ったり、深さがあるので使いやすいですね。で、これらがすべてスタッキング可能です。しかもワンタッチ。横についているラッチの位置を合わせてグッと押し込むだけで接続がされます。ハーフサイズのスタックはこんな感じ。中央の樹脂部品を押し上げて左右に一つずつ積むことができます。2.0 からアクセサリーとしてジャストサイズのトレイが設定されました。サイズは2種類。薄いタイプは S サイズには2枚、M サイズの箱には4枚入ります。これ使えば層で分けることができまして、例えば1段目にレンチ、2段目はソケット、3段目にラチェットやエクステを入れて4段目に握り物を入れるなんていう使い方。上開きの箱でトップチェストみたいな収納が可能となります。トレイはサイドに収納式の取っ手がついていまして、取り出すのも簡単。一番下のトレイに入れたものを使いたいってなると全部一旦出す手間はありますし、トレイ広げる場所は必要になりますが、お店を広げて作業をしていますと道具探す手間が少なく、とても楽に感じました。それからこのトレイ、横部分にオンオフできる爪がありまして、これ出しておくとボックスの上部分に引っかかるようになります。1枚だけ天板付近にトレイを置くという使い方も可能。このトレイ、本当に良いアイテムに感じています。使ってみて、その名の通りタフな箱です。人が一人乗って飛び跳ねるくらいなら何も問題ありません。借り物ですから一応に遠慮はしておりますが、試しにやってみたことの数々を自分のトップチェストでやってって言われても絶対嫌だっすね。プロモーションの絵の通り、過酷な環境にも負けない道具箱って使用感です。レンタル品をよく見てみるとハンドルがついていなかったり、縁のゴムが少々やられていたり、形あるものですから当然壊れるときは壊れるとは思うんですけど、道具箱としては名前の通りタフな部類に感じます。このタイプの道具箱は電動工具などを入れる印象がありますが、試しに普段使っていますハンドツールを入れてみました。サイズ足りないかと思ってましたが、 M サイズの上開きにほとんど入ってしまいました。これ以外にももう少し持ってくものはあるのですが、トレイを薄物の4枚に変更したりと工夫すればもう少し入りますし、 L サイズにトレイをもう1枚足せば間違いなく入るでしょう。
さらに足りなくなったら箱を追加するなど必要分だけスタックできる、拡張ができるというのはとても便利ですね。持ち運びは私にとってはやりにくく感じました。横幅はいいんすけど奥行きも結構にあるので、片手で持って運んでますと足にゲシゲシ当たるんです。ストレスなく運ぶにはサイドの取っ手を両手で持つ必要があります。これ以外にも何か運ぶってなると、例えば私は三脚につけたカメラを持ちますが、ちょっと厳しいですね。先代を使わなくなったのはこれが原因でした。サイズは理解して買ったつもりだったのですが、持ち物が増えてしまったためストレスに感じるようになりました。タフシステムには転がすタイヤのついたキャリーもラインナップにございまして、スタックしてそれで運ぶということも考えたのですが、それでもカメラや手作業を別に持つというのは難しいですし、それよりもこのキャリー、日本の建物事情にちょっと合わない、やはりでかいんです。アパートの一般的な玄関、80から90センチほどのドア通るにも靴一足出ていたら通れません。出先で屋内通るときに手持ちで運んでいても幅で引っかかることが多く、キャリーは幅広い方向にしか進めませんので導入するのは見送っております。デオルトのもう一つの道具箱、T スタックのような四つ足タイプのキャリーがあれば幅狭い方向に動かせますので便利だろうとずっと販売待っているのですが、今作でもないみたい。確かに2つタイヤの方が走破性は高そうですが、横向きに転がせるキャリーの登場を待ち望んでしまいます。持ち運びについてもう一点気になることとして、ドロワータイプに限った話ではありますが、1.0 では天板についていた持ち手がなくなってしまいました。つきそうな場所はあるんですけど、なんでかついてないんですよね。横のみになっちゃいました。私は先代このタイプ2つ使っていまして、移動時は分けて片手に1つずつ持って移動していたのですが、今作では連結したまままとめて抱えるしかなさそうです。ドロワータイプを複数使う場合はキャリーを使うこと前提となりそうですね。気になった点を続けますと、前作にも感じたことですが、足があまりしっかりはしておりません。タイプによって程度は違いますが、上開きもドロワーもどれも前側に傾きやすいですね。単体で使っている分には問題がないのですが、上にドロワータイプを重ねて引き出しを開けた時に手前側にグラッとくることがあります。使い方によってはこれネガに感じるかもしれません。もう一点はそのマテリアル特性から来る弱さ。耐候性は気になるところですし、私が使っていた 1.0 は2年目くらいからすでに樹脂が垂れてくるというのか、引き出し部分が変形して下がってきちゃいました。動きは買った当初より明らかに渋くなってました。丁寧に扱ったとしてもメンテナンスなどでどうにもならない部分は出てくるでしょう。消耗品と割り切る必要がございます。デオルトの道具箱タフシステム 2.0、先代も気に入って使っていましたが、今作は相当使いやすく進化した印象があります。用途さえ合えばぜひおすすめ。単純大味な作り、機能であることと、やはりこのサイズ、この大きさが許容できるようであれば、この入れ物は素晴らしい選択の一つに思います。ドロワータイプもいいんすけど、やはりタフシステムといったらの上開きが良かったです。用途に合わせてのトレイ追加で便利に使えるのではと感じました。頑丈な道具箱をお探しの方におすすめしたい製品となっておりました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。